今日は大阪道頓堀を一日歩いてみることにしました。大阪に来たら、やっぱりここは外せません。駅を出た瞬間から、人の多さと音の大きさにびっくりしました。看板は大きくて派手、声も大きくて元気。東京とは全く違う空気で、ああ、大阪に来たなとすぐに感じました。道頓堀の川沿いを歩いていると、有名なグリコの看板が見えてきました。テレビや写真で何度も見たはずなのに、実物は想像以上にインパクトがあります。周りには写真を撮っている外国人観光客がたくさんいて、みんな楽しそうです。知らない人同士なのに、自然と笑顔になるのが、この場所の不思議なところだと思いました。歩いているだけで、いろいろな匂いが混ざってきます。たこ焼き、焼きそば、串カツ、お腹が空いていなくても、なぜか食べたくなってしまいます。大阪では、食べ物がただの食事じゃなくて、街の一部みたいな存在なんですね。たこ焼き屋の前で立ち止まっていると、店のおじさんが兄ちゃん、出来たて屋で、と声をかけてくれました。知らない人に気軽に話しかけるのも大阪らしさの一つです。少し驚いたけど、そのフレンドリーさがなんだか嬉しくなって、たこ焼きを一船買いました。熱々のたこ焼きを一口食べると、中がとろっとしていて、思わず息と声が出ました。その声を聞いて、周りの人が笑います。こういう小さなやりとりも、大阪では普通のことみたいです。みんなで一緒にその場を楽しんでいる感じがします。さらに歩くと、巨大なカニの看板や動く人形の看板が目に入ってきました。正直、ちょっとやりすぎじゃないと思うくらい派手です。でも、なぜか嫌な感じはしません。むしろ、このカオスな雰囲気が道頓堀の魅力なんだと思いました。夜になると、ネオンの光が川に映って、景色が一気に変わります。音楽、笑い声、呼び込みの声が重なって、まるでお祭りみたいです。日本は静かな国だと思っている外国人が、この景色を見たら、きっと驚くだろうなと思いました。道頓堀を歩いていると、完璧じゃなくていい、うるさくてもいい、目立ってもいいというメッセージを感じます。きれいに整った街もいいけど、こういう自由でごちゃごちゃした場所も日本の大切な一面なんだと思いました。帰り道少し疲れていたはずなのに、気持ちはとても元気でした。人のエネルギーに引っ張られて、自分まで明るくなった気がします。これが大阪か、そうつぶやきながら、もう一度ネオンを振り返りました。道頓堀は日本の中のカオス。でもその中には、人の温かさと楽しさがぎゅっと詰まっていました。今日は大阪らしい一日を過ごそうと思って、たこ焼きを本気で作る日にしました。道頓堀で買って食べるたこ焼きも好きだけど、大阪では家で作るたこ焼きもとても大事な文化なんです。大阪の友達にたこ焼き作ろうやと言われて、ワクワクしながら家に向かいました。家に着くと、テーブルの上にはすでにたこ焼き器が置いてありました。大阪の家には、たこ焼き器があることが多いそうです。僕は少し驚いたけど、友達は一家に一台やでと笑っていました。
関西では、たこ焼きは特別な料理というより、みんなで楽しむイベントみたいなものなんですね。まずは材料の準備です。小麦粉、だし、卵、刻んだたこ、青ネギ、天かす。友達がだしが大事やでと言いながら、真剣な顔で生地を混ぜていました。たこ焼きはシンプルだけど、意外と奥が深い料理なんだなと感じました。たこ焼き器を温めて、油をしっかり入れます。ここでケチると、後で大変になるらしいです。生地を流し入れると、ジュワッという音がして、一気にテンションが上がりました。そこにタコを入れて、ネギと天かすをたっぷり。もうこの時点で、いい匂いが部屋中に広がります。少し焼けてきたところで、いよいよ一番難しいひっくり返す作業です。最初は形がぐちゃっとなって、これ大丈夫？と不安になりました。でも友達は最初はみんなこうなると言って、楽しそうにくるっと回していきます。失敗しても笑って、また次を作る。この空気が大阪のたこ焼きらしさなんだと思いました。何個か作っているうちに少しずつコツが分かってきました。生地を足して穴いっぱいに丸くしていくと、だんだんきれいな丸になっていきます。自分で作ったたこ焼きが形になっていくのを見ると、なんだか嬉しくなりました。焼き上がったたこ焼きにソース、マヨネーズ、青のり、鰹節をかけます。見た目はまさに大阪のたこ焼き。熱々のまま一口食べると、中がとろっとしていて思わず声が出ました。これ、めっちゃうまい自分で作ったからか、いつもより何倍も美味しく感じます。大阪では、たこ焼きを食べながら話すことも大切だそうです。仕事の話、くだらない話、ちょっとしたボケとツッコミ。たこ焼き器を囲んでいると、自然と会話が生まれます。静かに食べるというより、賑やかに楽しむ。それが大阪のスタイルなんですね。途中で味を変えて、醤油味や塩味にも挑戦しました。ソースだけじゃなく、いろいろ試すのも楽しいです。友達がそれもありやなと言ってくれて、正解が一つじゃないところも大阪っぽいなと思いました。気づけば、テーブルの上はたこ焼きだらけ。お腹はいっぱいなのに、まだ焼き続けてしまいます。作るのが楽しくて、やめ時がわからなくなるんです。最後に少し焦げたたこ焼きを食べながら、友達が言いました。たこ焼きってな、うまさより一緒に作る時間が大事なんやで。その言葉を聞いて、なるほどなと思いました。たこ焼きは大阪の味。でもそれ以上に、大阪の人の距離の近さと、笑いの文化が詰まった料理なんだと思います。お腹も心もいっぱいになった。そんな本気のたこ焼きの日でした。今日は大阪名物の串カツを食べに、新世界へ行くことにしました。大阪に来てから何度も聞いた言葉があります。それが、二度漬け禁止。意味はなんとなく知っているけど、どうしてそんなルールがあるのか、ずっと気になっていました。今日はその謎を自分の体で感じてみようと思います。新世界に着くと、すぐに雰囲気が変わりました。
通天閣が見えて、周りには昔ながらの看板やお店が並んでいます。ちょっとレトロで少し賑やか。観光地なのに、地元の人の生活も近くにある感じがして、不思議と落ち着きました。串カツ屋の前に行くと、大きな文字で二度漬け禁止と書いてあります。初めて見る人には、ちょっと強い言葉ですよね。でも、よく見ると、どこかユーモアもあって、大阪らしいなと思いました。店に入ると、カウンター席に案内されました。目の前には、大きな金属の容器に入ったソースがあります。これが、みんなで使うソースです。店のおじさんが、串カツ花、ソース1回だけやでと笑いながら教えてくれました。その言い方が優しくて、緊張が少し安らぎました。まずは定番の串カツを注文します。豚肉、玉ねぎ、レンコン。揚げたての串カツは、胃がサクサクで、とてもいい音がします。ソースを1回だけつけて、一口食べると、思わずうなずいてしまいました。揚げ物なのに、重すぎなくて、いくらでも食べられそうです。ここで、改めてなぜ二度漬けは禁止なのかを考えてみました。理由はとてもシンプルで、みんなで同じソースを使うからです。二度つけると、食べかけの串がソースに入ってしまって、衛生的によくありません。つまり、このルールはマナーであり、みんなで気持ちよく食べるための約束なんですね。もしソースが足りなかったらどうするのか。実は、キャベツが用意されています。このキャベツを使って、ソースをすくって串にかければいいんです。最初に聞いたときは驚いたけど、よく考えると、とても合理的で面白いルールだなと思いました。隣に座っていた地元のおじさんが、これが大阪のやり方やと笑って話しかけてくれました。知らない人でも自然と会話が始まる。この距離の近さも大阪らしさの一つだと思います。串カツを食べながら店の中を見回すと、一人で来ている人も友達同士の人もみんな同じソースを使っています。でも、不思議と嫌な感じはしません。むしろ、同じルールを守っている仲間みたいな空気がありました。食べ進めるうちに、牛串やチーズ、うずらの卵にも挑戦しました。どれもシンプルだけど、素材の味がしっかりしています。串カツは高級料理じゃないけど、気軽に楽しめて、人との距離を近くしてくれる料理なんだと感じました。お店を出る頃には、お腹だけじゃなくて心まで満たされていました。二度漬け禁止というルールは、ただの決まりじゃなくて、大阪の人の考え方を表している気がします。細かすぎないけど、大事なところは守る。そんなバランスがとても心地よかったです。ルールがあるから楽しい。そんなことを大阪の串カツから学びました。串カツは大阪の味。そして二度漬け禁止は大阪の優しいマナーでした。今日は大阪のお笑い文化を実際に体験してみる日にしました。大阪といえば笑いの街。テレビで漫才を見ることはあっても、日常の中でどんな風に笑いが使われているのか、ずっと気になっていました。朝、
カフェに入ってコーヒーを注文した時のことです。店員さんがカップを置きながら、今日は寒いなぁ、でも心はほっとでーこなと笑顔で言いました。ただの一言なのに、思わずクスッと笑ってしまいます。大阪では、こういう軽いやりとりが普通にあるんですね。街を歩いていると、友達同士の会話があちこちから聞こえてきます。それ、ほんまかいななんでやねんという言葉が自然に飛び交っていて、会話そのものがまるで漫才みたいです。大阪では、ボケとツッコミが特別なものじゃなくて、日常の会話の一部なんだと感じました。午後は、難波にあるお笑い劇場へ行きました。入り口の前にはたくさんの人が並んでいて、外国人観光客の姿も見えます。週に入ると、会場は思ったより近くて、舞台との距離がとても近い。これだけでもうワクワクしてきました。舞台が始まると、テンポのいい漫才が続きます。言葉は全部わからなくても、間や表情、ツッコミのタイミングで自然と笑ってしまいました。特に、ツッコミは声が大きくてはっきりしていて、今のは変やでという気持ちがすごく伝わってきます。大阪のお笑いは、人をバカにするというより、一緒に笑う感じが強いと思いました。失敗しても、それもありやなと笑いに変える。だから、見ている側も安心して笑えるんだと思います。劇場を出た後、近くのたこ焼き屋で少し休憩しました。そこで、隣にいたおじさんが、僕のたこ焼きを見てそれ、熱いやつやから気ぃつけやと声をかけてくれました。その言い方が面白くて、また笑ってしまいます。大阪では、知らない人でも自然と話しかけてくれるんですね。夕方、商店街を歩いていると、八百屋のおばちゃんが今日は安いで、見てーき、と元気な声を出していました。ただの呼び込みなのに、どこか楽しそうで、つい立ち止まってしまいます。これも大阪のお笑い文化の一つなんだと思いました。夜になって、今日一日を振り返りながら歩きました。大阪の笑いは、ステージの上だけじゃなくて、街の中、人と人の間にたくさんありました。笑いは、空気を柔らかくして、人との距離を近くしてくれる道具なんですね。笑わそうじゃなくて、一緒に笑おう。それが大阪のお笑い文化なんだと感じました。大阪の街を歩くだけで、少し元気になれて少し前向きになれる。そんな笑いのある一日でした。今日は大阪を歩きながら、大阪人の距離感を感じてみようと思いました。大阪に来てから何度も思うことがあります。それは、人との距離がとても近いということ。物理的な距離じゃなくて、心の距離です。朝、コンビニでコーヒーを買った時のことです。レジの店員さんがカップを渡しながら今日も寒いなあ。あったかいのにして正解やでと声をかけてくれました。特別なことを言っているわけじゃないのに、その一言で朝の気分が少し明るくなりました。電車に乗ると、隣に座ったおばちゃんが、僕の荷物を見て旅行かと聞いてきました。少し驚いたけど、はい、大阪に来てますと答えると、ええやん。楽しんでいき。
と笑顔で返してくれました。東京だったらあまり起きない会話ですよね。商店街を歩いていると、八百屋のおじさんが兄ちゃん、みかん安いで、と声をかけてきます。断っても嫌な顔はせず、また今度な、と明るく言ってくれる。その感じが、なんだか心地よかったです。売るためだけじゃなくて、会話そのものを楽しんでいるように見えました。お昼に入った定食屋でも、距離の近さを感じました。料理を運んできたおばちゃんが、それ、量多いけど大丈夫かと心配してくれます。はい、大丈夫ですと言うと、ほな、いっぱい食べやと笑ってくれました。お店というより、誰かの家に来たみたいな気分になります。午後、道に少し迷っていたら、近くにいたおじさんがどこ行くんと声をかけてくれました。地図を見せると、ああ、そっちやな。一緒にちょっと行こかと少しだけ道を案内してくれました。知らない人なのに、ここまで親切にしてくれるのかと驚きました。大阪人は、距離が近いけど、しつこくはありません。話したくない空気を感じると、すっと引いてくれます。そのバランスが、とても自然なんです。近いけど、自由、その感じが、大阪らしさなのかもしれません。夕方、たこ焼きを買って外で食べていると、近くにいた人がそれ、熱いで。気ぃつけやと教えてくれました。こういう一言が、今日一日で何回あっただろう。大阪では、声をかけることが特別じゃなくて、普通のことなんですね。夜になって、今日のことを思い返しました。大阪人の距離感は、仲良くなろうと無理にするものじゃなくて、今ここにいる人と、ちょっと楽しく過ごそうという感覚なんだと思います。知らない人やけど、知らない人じゃない。そんな不思議な距離感。大阪の街を歩いていると、人との間に壁が少なくて、自然と笑顔になります。大阪人の距離感は、ちょっと近くて、とても温かい。そんなことを感じた一日でした。今日は大阪の街を歩きながら、大阪弁をじっくり聞いてみる一日にしました。日本語を勉強している外国人にとって、大阪弁はとても人気がありますよね。教科書で学ぶ標準語とは違って、感情がはっきり伝わる感じがあって、聞いているだけで楽しくなります。朝、ホテルを出て近くのカフェに入りました。注文をすると、店員さんが今日は寒いなあ。外、めっちゃ冷えてるでと言いました。めっちゃは大阪弁でとてもという意味。教科書ではあまり出てこないけど、実際の大阪では本当によく聞きます。コーヒーを待っている間、隣の席の会話が耳に入ってきました。それ、ほんま？ほんまほんま。このほんまは本当という意味です。短くて言いやすいし、声に出すと気持ちが入ります。大阪弁は、言葉そのものが会話を元気にしている気がしました。街を歩いていると、なんでやねんという声が聞こえてきました。これは大阪弁で一番有名な言葉かもしれませんね。意味はどうして？いや、それはおかしいという感じです。でも、怒っているわけではなく、ツッコミとして使われることが多いです。大阪では、こういう軽いツッコミが日常会話の中に自然に入っています。
お昼に入った定食屋でも大阪弁がたくさん聞こえてきました。店員さんがちょっと待ってな。お客さんが全然で、このではいいよ大丈夫という意味。柔らかくて相手を安心させる言い方だなと思いました。午後は商店街を歩きました。八百屋のおばちゃんが、兄ちゃん、これ安いで。見ていき、と元気に声をかけてきます。では大阪弁の語尾で説明したり、気持ちを強く伝えたりするときによく使われます。標準語よりも距離が近く感じられる言い方です。大阪弁を聞いていて面白いと思ったのは、感情がすぐ言葉に出るところです。嬉しいとき、びっくりしたとき、楽しいとき、その気持ちがそのまま言葉になる感じがあります。だから、多少文法が違っても意味がわかりやすいんだと思いました。夕方、たこ焼きを買って外で食べていると、近くの人がそれ、暑いから気ぃつけやと声をかけてくれました。この気ぃつけやは気をつけてねという意味。短いけど、ちゃんと優しさが伝わります。大阪弁は、周囲する言葉も優しく聞こえるなと思いました。夜になって、今日一日を振り返りました。大阪弁は、ただの方言じゃなくて、大阪の人の性格や考え方がそのまま現れている言葉だと思います。ストレートで、温かくて、ちょっと面白い。言葉が変わると、街の印象も変わるんだな。そんなことを感じました。大阪弁を聞いていると、人との距離が自然に近くなります。正しく話すことより気持ちを伝えること。大阪弁はそれを大切にする言葉なんだと思いました。今日は大阪道頓堀を一日歩いてみることにしました。大阪に来たら、やっぱりここは外せません。駅を出た瞬間から、人の多さと音の大きさにびっくりしました。看板は大きくて派手、声も大きくて元気。東京とは全く違う空気で、ああ、大阪に来たなとすぐに感じました。道頓堀の川沿いを歩いていると、有名なグリコの看板が見えてきました。テレビや写真で何度も見たはずなのに、実物は想像以上にインパクトがあります。周りには写真を撮っている外国人観光客がたくさんいて、みんな楽しそうです。知らない人同士なのに、自然と笑顔になるのが、この場所の不思議なところだと思いました。歩いているだけで、いろいろな匂いが混ざってきます。たこ焼き、焼きそば、串カツ。お腹が空いていなくても、なぜか食べたくなってしまいます。大阪では、食べ物がただの食事じゃなくて、街の一部みたいな存在なんですね。たこ焼き屋の前で立ち止まっていると、店のおじさんが兄ちゃん、出来たて屋で、と声をかけてくれました。知らない人に気軽に話しかけるのも、大阪らしさの一つです。少し驚いたけど、そのフレンドリーさがなんだか嬉しくなって、たこ焼きを一船買いました。熱々のたこ焼きを一口食べると、中がとろっとしていて、思わず息と声が出ました。その声を聞いて、周りの人が笑います。こういう小さなやりとりも、大阪では普通のことみたいです。みんなで一緒にその場を楽しんでいる感じがします。さらに歩くと、
巨大なカニの看板や動く人形の看板が目に入ってきました。正直、ちょっとやりすぎじゃないと思うくらい派手です。でも、なぜか嫌な感じはしません。むしろ、このカオスな雰囲気が道頓堀の魅力なんだと思いました。夜になると、ネオンの光が川に映って、景色が一気に変わります。音楽、笑い声、呼び込みの声が重なって、まるでお祭りみたいです。日本は静かな国だと思っている外国人が、この景色を見たら、きっと驚くだろうなと思いました。道頓堀を歩いていると、完璧じゃなくていい、うるさくてもいい、目立ってもいいというメッセージを感じます。きれいに整った街もいいけど、こういう自由でごちゃごちゃした場所も日本の大切な一面なんだと思いました。帰り道少し疲れていたはずなのに、気持ちはとても元気でした。人のエネルギーに引っ張られて、自分まで明るくなった気がします。これが大阪か、そうつぶやきながら、もう一度ネオンを振り返りました。道頓堀は日本の中のカオス。でもその中には人の温かさと楽しさがぎゅっと詰まっていました。今日は大阪らしい一日を過ごそうと思ってたこ焼きを本気で作る日にしました。道頓堀で買って食べるたこ焼きも好きだけど、大阪では家で作るたこ焼きもとても大事な文化なんです。大阪の友達にたこ焼き作ろうやと言われて、ワクワクしながら家に向かいました。家に着くと、テーブルの上にはすでにたこ焼き器が置いてありました。大阪の家には、たこ焼き器があることが多いそうです。僕は少し驚いたけど、友達は一家に一台やでと笑っていました。関西では、たこ焼きは特別な料理というより、みんなで楽しむイベントみたいなものなんですね。まずは材料の準備です。小麦粉、だし、卵、刻んだたこ、青ネギ、天かす。友達がだしが大事やでと言いながら、真剣な顔で生地を混ぜていました。たこ焼きはシンプルだけど、意外と奥が深い料理なんだなと感じました。たこ焼き器を温めて、油をしっかり入れます。ここでケチると、後で大変になるらしいです。生地を流し入れると、ジュワッという音がして、一気にテンションが上がりました。そこにタコを入れて、ネギと天かすをたっぷり。もうこの時点で、いい匂いが部屋中に広がります。少し焼けてきたところで、いよいよ一番難しいひっくり返す作業です。最初は形がぐちゃっとなって、これ大丈夫？と不安になりました。でも友達は最初はみんなこうなると言って、楽しそうにくるっと回していきます。失敗しても笑って、また次を作る。この空気が大阪のたこ焼きらしさなんだと思いました。何個か作っているうちに少しずつコツが分かってきました。生地を足して穴いっぱいに丸くしていくと、だんだんきれいな丸になっていきます。自分で作ったたこ焼きが形になっていくのを見ると、なんだか嬉しくなりました。焼き上がったたこ焼きにソース、マヨネーズ、青のり、鰹節をかけます。見た目はまさに大阪のたこ焼き。熱々のまま一口食べると、中がとろっとしていて思わず声が出ました。
これ、めっちゃうまい自分で作ったからか、いつもより何倍も美味しく感じます。大阪では、たこ焼きを食べながら話すことも大切だそうです。仕事の話、くだらない話、ちょっとしたボケとツッコミ。たこ焼き器を囲んでいると、自然と会話が生まれます。静かに食べるというより、賑やかに楽しむ。それが大阪のスタイルなんですね。途中で味を変えて、醤油味や塩味にも挑戦しました。ソースだけじゃなく、いろいろ試すのも楽しいです。友達がそれもありやなと言ってくれて、正解が一つじゃないところも大阪っぽいなと思いました。気づけば、テーブルの上はたこ焼きだらけ。お腹はいっぱいなのに、まだ焼き続けてしまいます。作るのが楽しくて、やめ時がわからなくなるんです。最後に少し焦げたたこ焼きを食べながら、友達が言いました。たこ焼きってな、うまさより一緒に作る時間が大事なんやで。その言葉を聞いて、なるほどなと思いました。たこ焼きは大阪の味。でもそれ以上に、大阪の人の距離の近さと、笑いの文化が詰まった料理なんだと思います。お腹も心もいっぱいになった。そんな本気のたこ焼きの日でした。今日は大阪名物の串カツを食べに、新世界へ行くことにしました。大阪に来てから何度も聞いた言葉があります。それが、二度漬け禁止。意味はなんとなく知っているけど、どうしてそんなルールがあるのか、ずっと気になっていました。今日はその謎を自分の体で感じてみようと思います。新世界に着くと、すぐに雰囲気が変わりました。通天閣が見えて、周りには昔ながらの看板やお店が並んでいます。ちょっとレトロで少し賑やか。観光地なのに、地元の人の生活も近くにある感じがして、不思議と落ち着きました。串カツ屋の前に行くと、大きな文字で二度漬け禁止と書いてあります。初めて見る人には、ちょっと強い言葉ですよね。でも、よく見ると、どこかユーモアもあって、大阪らしいなと思いました。店に入ると、カウンター席に案内されました。目の前には、大きな金属の容器に入ったソースがあります。これが、みんなで使うソースです。店のおじさんが、串カツ花、ソース1回だけやでと笑いながら教えてくれました。その言い方が優しくて、緊張が少し安らぎました。まずは定番の串カツを注文します。豚肉、玉ねぎ、レンコン。揚げたての串カツは、胃がサクサクで、とてもいい音がします。ソースを1回だけつけて、一口食べると、思わずうなずいてしまいました。揚げ物なのに、重すぎなくて、いくらでも食べられそうです。ここで、改めてなぜ二度漬けは禁止なのかを考えてみました。理由はとてもシンプルで、みんなで同じソースを使うからです。二度つけると、食べかけの串がソースに入ってしまって、衛生的によくありません。つまり、このルールはマナーであり、みんなで気持ちよく食べるための約束なんですね。もしソースが足りなかったらどうするのか。実は、キャベツが用意されています。このキャベツを使って、
ソースをすくって串にかければいいんです。最初に聞いたときは驚いたけど、よく考えると、とても合理的で面白いルールだなと思いました。隣に座っていた地元のおじさんが、これが大阪のやり方やと笑って話しかけてくれました。知らない人でも自然と会話が始まる。この距離の近さも大阪らしさの一つだと思います。串カツを食べながら店の中を見回すと、一人で来ている人も友達同士の人もみんな同じソースを使っています。でも不思議と嫌な感じはしません。むしろ同じルールを守っている仲間みたいな空気がありました。食べ進めるうちに牛串やチーズ、うずらの卵にも挑戦しました。どれもシンプルだけど素材の味がしっかりしています。串カツは高級料理じゃないけど気軽に楽しめて人との距離を近くしてくれる料理なんだと感じました。お店を出る頃にはお腹だけじゃなくて心まで満たされていました。二度漬け禁止というルールはただの決まりじゃなくて大阪の人の考え方を表している気がします。細かすぎないけど大事なところは守る。そんなバランスがとても心地よかったです。ルールがあるから楽しい。そんなことを大阪の串カツから学びました。串カツは大阪の味。そして二度漬け禁止は大阪の優しいマナーでした。今日は大阪のお笑い文化を実際に体験してみる日にしました。大阪といえば笑いの街。テレビで漫才を見ることはあっても、日常の中でどんな風に笑いが使われているのかずっと気になっていました。朝、カフェに入ってコーヒーを注文した時のことです。店員さんがカップを置きながら、今日は寒いなぁ、でも心はほっとデーコなと笑顔で言いました。ただの一言なのに、思わずクスッと笑ってしまいます。大阪では、こういう軽いやりとりが普通にあるんですね。街を歩いていると、友達同士の会話があちこちから聞こえてきます。それ、ほんまかいななんでやねんという言葉が自然に飛び交っていて、会話そのものがまるで漫才みたいです。大阪では、ボケとツッコミが特別なものじゃなくて、日常の会話の一部なんだと感じました。午後は、難波にあるお笑い劇場へ行きました。入り口の前にはたくさんの人が並んでいて、外国人観光客の姿も見えます。週に入ると、会場は思ったより近くて、舞台との距離がとても近い。これだけでもうワクワクしてきました。舞台が始まると、テンポのいい漫才が続きます。言葉は全部わからなくても、間や表情、ツッコミのタイミングで自然と笑ってしまいました。特に、ツッコミは声が大きくてはっきりしていて、今のは変やでという気持ちがすごく伝わってきます。大阪のお笑いは、人をバカにするというより、一緒に笑う感じが強いと思いました。失敗しても、それもありやなと笑いに変える。だから、見ている側も安心して笑えるんだと思います。劇場を出た後、近くのたこ焼き屋で少し休憩しました。そこで、隣にいたおじさんが、僕のたこ焼きを見てそれ、熱いやつやから気ぃつけやと声をかけてくれました。その言い方が面白くて、
また笑ってしまいます。大阪では知らない人でも自然と話しかけてくれるんですね。夕方、商店街を歩いていると、八百屋のおばちゃんが今日は安いで、見てーき、と元気な声を出していました。ただの呼び込みなのに、どこか楽しそうで、つい立ち止まってしまいます。これも大阪のお笑い文化の一つなんだと思いました。夜になって、今日一日を振り返りながら歩きました。大阪の笑いは、ステージの上だけじゃなくて、街の中、人と人の間にたくさんありました。笑いは、空気を柔らかくして、人との距離を近くしてくれる道具なんですね。笑わそうじゃなくて、一緒に笑おう。それが大阪のお笑い文化なんだと感じました。大阪の街を歩くだけで、少し元気になれて少し前向きになれる。そんな笑いのある一日でした。今日は大阪を歩きながら、大阪人の距離感を感じてみようと思いました。大阪に来てから何度も思うことがあります。それは、人との距離がとても近いということ。物理的な距離じゃなくて、心の距離です。朝、コンビニでコーヒーを買った時のことです。レジの店員さんがカップを渡しながら今日も寒いなあ。あったかいのにして正解やでと声をかけてくれました。特別なことを言っているわけじゃないのに、その一言で朝の気分が少し明るくなりました。電車に乗ると、隣に座ったおばちゃんが、僕の荷物を見て旅行かと聞いてきました。少し驚いたけど、はい、大阪に来てますと答えると、ええやん。楽しんでいき、と笑顔で返してくれました。東京だったら、あまり起きない会話ですよね。商店街を歩いていると、八百屋のおじさんが兄ちゃん、みかん安いで、と声をかけてきます。断っても嫌な顔はせず、また今度な、と明るく言ってくれる。その感じが、なんだか心地よかったです。売るためだけじゃなくて、会話そのものを楽しんでいるように見えました。お昼に入った定食屋でも、距離の近さを感じました。料理を運んできたおばちゃんが、それ、量多いけど大丈夫かと心配してくれます。はい、大丈夫ですと言うと、ほな、いっぱい食べやと笑ってくれました。お店というより、誰かの家に来たみたいな気分になります。午後、道に少し迷っていたら、近くにいたおじさんがどこ行くんと声をかけてくれました。地図を見せると、ああ、そっちやな。一緒にちょっと行こかと少しだけ道を案内してくれました。知らない人なのに、ここまで親切にしてくれるのかと驚きました。大阪人は、距離が近いけど、しつこくはありません。話したくない空気を感じると、すっと引いてくれます。そのバランスが、とても自然なんです。近いけど、自由、その感じが、大阪らしさなのかもしれません。夕方、たこ焼きを買って外で食べていると、近くにいた人がそれ、熱いで。気ぃつけやと教えてくれました。こういう一言が、今日一日で何回あっただろう。大阪では、声をかけることが特別じゃなくて、普通のことなんですね。夜になって、今日のことを思い返しました。大阪人の距離感は、
仲良くなろうと無理にするものじゃなくて、今ここにいる人とちょっと楽しく過ごそうという感覚なんだと思います。知らない人やけど知らない人じゃない、そんな不思議な距離感。大阪の街を歩いていると、人との間に壁が少なくて自然と笑顔になります。大阪人の距離感はちょっと近くてとても温かい。そんなことを感じた一日でした。今日は大阪の街を歩きながら大阪弁をじっくり聞いてみる一日にしました。日本語を勉強している外国人にとって大阪弁はとても人気がありますよね。教科書で学ぶ標準語とは違って感情がはっきり伝わる感じがあって聞いているだけで楽しくなります。朝、ホテルを出て近くのカフェに入りました。注文をすると店員さんが今日は寒いなあ。外、めっちゃ冷えてるでと言いました。めっちゃは大阪弁でとてもという意味。教科書ではあまり出てこないけど、実際の大阪では本当によく聞きます。コーヒーを待っている間、隣の席の会話が耳に入ってきました。それ、ほんま？ほんまほんま。このほんまは本当という意味です。短くて言いやすいし、声に出すと気持ちが入ります。大阪弁は、言葉そのものが会話を元気にしている気がしました。街を歩いていると、なんでやねんという声が聞こえてきました。これは大阪弁で一番有名な言葉かもしれませんね。意味はどうして？いや、それはおかしいという感じです。でも、怒っているわけではなく、ツッコミとして使われることが多いです。大阪では、こういう軽いツッコミが日常会話の中に自然に入っています。お昼に入った定食屋でも、大阪弁がたくさん聞こえてきました。店員さんがちょっと待ってな。お客さんが全然で、このではいいよ大丈夫という意味。柔らかくて相手を安心させる言い方だなと思いました。午後は商店街を歩きました。八百屋のおばちゃんが、兄ちゃん、これ安いで。見ていき、と元気に声をかけてきます。では大阪弁の語尾で説明したり、気持ちを強く伝えたりするときによく使われます。標準語よりも距離が近く感じられる言い方です。大阪弁を聞いていて面白いと思ったのは、感情がすぐ言葉に出るところです。嬉しいとき、びっくりしたとき、楽しいとき、その気持ちがそのまま言葉になる感じがあります。だから、多少文法が違っても意味がわかりやすいんだと思いました。夕方、たこ焼きを買って外で食べていると、近くの人がそれ、暑いから気ぃつけやと声をかけてくれました。この気ぃつけやは気をつけてねという意味。短いけど、ちゃんと優しさが伝わります。大阪弁は、周囲する言葉も優しく聞こえるなと思いました。夜になって今日一日を振り返りました。大阪弁はただの方言じゃなくて、大阪の人の性格や考え方がそのまま現れている言葉だと思います。ストレートで温かくてちょっと面白い。言葉が変わると街の印象も変わるんだな。そんなことを感じました。大阪弁を聞いていると、人との距離が自然に近くなります。正しく話すことより気持ちを伝えること、
大阪弁はそれを大切にする言葉なんだと思いました。